さて、避けるだけではなくパリーが肝となる新たなバンサバ系が登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回はホーズ・オブ・ハンガーの紹介を行います。こちら大量の敵をバッサバッサ倒し、最後のボスを倒すことを目指すローグライトなハクスラゲーです。この手のゲームは近年ではヴァンパイアサバイバーズがヒットしたということで、バンサバ系とも呼ばれます。皆おおむね同じフォーマットを元に作られており、その中で独自の要素を加え、差別化が図られています。ホールズ・オブ・ハンガーはご覧の通り、特徴は重厚系 3D の肩越し視点であるという点です。そしてジャンプやジャンプ攻撃といったアクション性もあります。バンサバ系の多くは平面上にキャラを移動するだけの作品が多いため、この点で違いを出しています。ということから攻撃はダークソウルのように重たい一撃を振り回すのかというと、そうでもありません。ここら辺はバンサバっぽく軽い攻撃をブンブン振り回します。敵の反応も重めではありません。この感触で近いゲームで言えば、ドワーブン・レルムズという作品です。ディアブロライクにバンサバを混ぜたゲームですが、武器の動作は軽めで終始軽快に振り回すイメージです。ただし、ジャンプ攻撃はどっしりとした感触があります。ジャンプ攻撃を活用したスキルもあるため、ジャンプ特化構成も作れます。他には地形をジャンプして乗り越えることもできます。活用すると敵のラッシュを避けつつ、遠方からスキルで攻撃も可能です。ここら辺他と大きく差を出しています。また通常とジャンプ攻撃以外には大攻撃とスキルがあります。大攻撃は武器依存かと思われます。今回は一つしか武器が試せなかったため確かではありません。スキルも一つ装備してゲームを始めます。クールタイム式で攻撃用のものやバフ用のものもあります。貯めると威力が増します。ステージ内すべての敵を一発でほふる技なんて強力なものもあります。さらにスキルはゲーム中ランダムドロップし、拠点に持ち帰ることができたら装備できます。とはいえ、拠点へは比較的簡単に帰れます。1ステージ3ラウンドに分かれており、1ラウンド終了後に拠点に戻るか、続けて先を目指すか選べます。よって今までにないスキルを入手したら、さっと戻るのが吉です。拠点に戻ったら、持ち帰ったポイントで永続強化や鍛冶屋でお楽しみの武器作成が可能です。このゲーム、武器用の素材3つを合成すると武器1つを作れます。素材はステージ内にランダムで配置されている宝箱か、もしくはラウンド終了時に得られます。宝箱を開けるには鍵が必要です。鍵もラウンド終了時の報酬です。ちなみにその素材にはレアリティがあり、レアリティに沿った武器が作られます。加えて武器の性能はランダム能力になるため、直接ドロップではない間接的なトレハン要素となっています。つまり装備集めができる最近トレンドのバンサバ系です。とことん武器集めが楽しめる作品となっております。不要な武器は同じレアリティのものを3つ合わせることで上のレアリティの素材1つに変換できます。今のところ武器は5種類まで用意されており、初めは剣です。ステージ2に行けたらハンマーの素材がドロップします。進めば進むほど武器種は増えそうです。そしてこのゲームの一番の特徴はパリーシステムにあります。パリーというかカウンター技といった方が近いです。まず敵が攻撃してくる際、敵に黄色い丸エフェクトが表示され、丸が縮まり終えると攻撃してきます。ここでこちらはその黄色いエフェクトが表示されている時にパリーボタンを押すとダッシュで急接近し範囲攻撃を与えます。これがむちゃくちゃ気持ちよいです。しかも出しやすいです。シビアではありません。黄色エフェクトが画面内にあればそちらに瞬時に突っ込んでいきます。多くのバンサバ系は弾幕下げゲーでもありますが、ホーズ・オブ・ハンガーはそこから一歩脱却し、大量の敵へのカウンターゲーへと変えました。敵が多いためそれだけパリーが放てます。この感触は無双シリーズにも近いと言えますが、それ以上の心地よさを得られるエフェクトやヒット感触になっています。さらにパリー用のスキルも漏れなく用意されています。序盤から取れるのは雷カウンター系です。パリーが成功すればするほど強くなります。おそらくこのゲーム道中3つの中から選ぶ能力はランダムドロップでのアンロックになっていそうなので、遊び続けると雷以外のカウンター技も入手できそうです。ただしゲームパッドで遊ぶ場合注意が必要です。このゲームダッシュとサイドステップとパリーという3つの防御技があり、ダッシュとサイドステップは性能が似ています。というか違いがまだよくわかっていません。モーションが違う回避技にも見えます。そしてゲームパッドではデフォルトでパリーとサイドステップのボタンが同じ設定になっています。LB ボタンです。これによりキャラクター移動中に LB を押すとサイドステップになりパリーが出せません。
常に動き続けるゲームでもあるため、パリーの存在にしばらく気づけませんでした。後半になってようやく理解して、ボタン設定を変えることで対処しました。LB は普通のパリーにし、サイドステップを別のボタンに割り振ることで、ズバズバパリーゲーになりました。よってデフォルトの設定がすごく損しています。最も面白く差別化ポイントであるパリー要素を体験できずに終わってしまう可能性があります。なのでこれから遊んでみようと思われる方は絶対にキーコンフィグの設定を行うのがおすすめです。あとはパリーのタイミングが仮に失敗してもダッシュキャンセルといった小技もあります。サイドステップでもキャンセルできるかもしれません。それとダッシュとサイドステップ用の別のスキルもあります。これらを活用し、より多彩な戦闘が可能です。以上からトレハン要素に加え、パリーが超気持ちよい、アクション性が高めの 3D バンサバ系を遊んでみたい方には特に刺さる作品となっております。現状は早期アクセスであり、今後のロードマップも公開されています。新たなスキルツリー、新武器、ヘルモード、アリーナモードアップデートなどです。今も永続アップグレード要素はありますが、すぐに全部取れてしまいそうな内容です。それ以外は装備集めが主となりそうですが、新たなスキルツリーでより強化ができそうです。その他やり込み用のモードが追加され、ますますパリーが楽しめそうです。そしてホーズ・オブ・ハンガーの Steam での発売日は2025年5月6日で価格は 20% 割引の1360円です。かなりお手頃価格のため気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。複数のカメラモードがある。この機能はまだ利用できません。じゃあマニュアル。肩越しと上から見下ろし。それが選べるって話かな。移動ジャンプ、ライト、ヘビー、長押し可能。これが移動で、カメラ操作で、あとは、これがライト。ライトは何段切りも可能かな。で、これがヘビー。ヘビー出ないな。特殊攻撃。LT 長押し。これが特殊攻撃。おお、なんか突っ込みましたね。ヘビーはもしかして貯める必要あるのかな、何か。ゲージとかのね。あとジャンプ切りも可能だ。うら LT うらくれうらーよー。これは背景壊すと。これ回復ですかね。 RB からヘビーアタック。出てるかなこれ。おお、なんかぐるぐる回りますね。これはヘビーアタックかな。敵はなんか黄色く光りますけれど。それは攻撃の合図かな。で、レベルが上がって定番の能力選択。じゃあ、はじめ炎系でいきましょうか。ファイアオーラ。3メートル以内の敵に炎ダメージ。これ近くにいる敵にダメージが当たると。あと LB で回避。出ましたね。パリもできるっぽいけど。なんか面白いな、これ。ちょっと黄色く光ったの見たら、回復すりゃいいのかな。スタミナあんのかな。スタミナっぽいゲージは、左下なんか、緑色のゲージありますけどね。スタミナじゃないっぽいね。危ない。ほら、LT。どうした防御。ダッシュで、パリあれ ?LB っていう話ありませんでした。あ、B でも。あれ ?B がどっち ?B と LB モーション違いますね。ヘビーアタック。ここでヘビーアタックが出るのもしかして。チュートリアルをこなしてね。でも出てるっぽいな。やっぱ回転攻撃は多分。ヘビーアタックだね。ワールウィンドですね。バーバリアンの。さあ次は、ファイアウェポン。武器に炎ダメージ。武器は燃えてますね。普通の通常攻撃は、ボタン押しっぱなしでも攻撃し続けますね。そこをこう、どっちで避けてもいいんだ。で、今ね、一箇所で戦ってるけど、もっといろんなとこ動いた方がいいんでしょうね。こう宝箱あるよ。鍵が足りない。開けらんない。なんか達成した。クエストクリア。羽を獲得。ちょっと鍵はどこにあるんだ。目標。コンパス上の派手なマーク。アリーナを進む。コンパスね。ここ上かな。ジャンプできますね。しかし、道は途切れている。これでクレーンを使う。クレーンを破壊せよ。クレーンを使うんじゃなくて破壊するんだ。使うじゃなかった。炎のダメージは赤い数字になってますけど、なんかいっぱいできたよ、すごい。うわー、すごいすごいすごい。なんだこりゃ。気持ち悪い何かが、地面から。敵のトーテム攻撃かな。さあ次のミッション何かな。あれどうした。何があったんだ。聖域。現在の所持品を持ったまま戻れるサンクタムに。
よし。サンクタムに戻る。物資と食べ物持ち帰る。まだ倒してないガーディアンがいる？いや、戻ろう。よくわからんが。生存。さあ、戻ってきましたね。父上。父上。羽と引き換えに、これは永続アップグレードか。さあ、何をあげるか。範囲、ダッシュ、エレメンタルダメージ、経験値獲得、回収、最大ヒットポイント、移動速度、物理ダメージ、耐性ダメージ。これは回復アイテムプラス1かな。スキル削除。あとリロールか。定番のものはいっぱいあるけれど。やっぱまずは、ダメージアップじゃないの。物理ダメージ。あと移動速度かな。振り直しはいくらでも可能なのかな。移動する。ここで冒険出るのか。ガーディアンを倒す。それで次のステージに行けるんですかね。他には、この拠点には、なんか読み物がある。コーデックス。情報が見れるんだ。キャラクター。ミラ。父上。これが武器っぽいけど。なんか武器は種類でもあるんですかね。特殊攻撃。食べ物、リンゴ。食料。蜘蛛のスパン。あと能力。今まで出会ったスキルかな。これじゃなんもないのかな。ずいぶん広いけどね。やたら広いね。こっちに鍛冶屋があるね。ここで武器の強化かな。新しい武器を装備、製作。特殊攻撃。チェストの鍵を預けられる。または取り出せる。鍵は持った状態で死ぬと失われてしまうと。インベントリは現在、これらを持ってる。鍵は持ってないのかな。鍵はゼロだ。クラフトでなんか作れるっぽいけど。素材が必要なのかな。もしくは武器が必要なのかこれは。解体って書いてあるね。不要品を解体するのかな。現状は何もできなそうだね。また後で来よう。ワールウィンドウは、長押しすると左下の緑色ゲージ使ってるんだ。真ん中、ダッシュに敵に触れるたびに、ライフは回復する？回復効果は半減する。微妙だな。フォースプル、ジャンプ攻撃で敵を引き寄せる。おら。引き寄したよっ、引き寄せるね。危ない危ない。なんかできたよ。ブロック不可能な攻撃。パリー不能。拾った内容はここで確認できる。右側に2つぐらい持ってるよね。ガントレット的な何か。で今回ちょっと調子がいいから、ここはいけそうな感じがする。とにかく先に進もう。左のゲージ見る感じ。まだ先がありそうだな。ガーディアン倒せ。倒すか。行くぞ。どこだ？第一ガーディアンにして、彼女の将軍、都市のなんだって支配者、なんとか倒す。ハンジを倒す？どいつだ、ハンジは。どこかいるっぽいよ、ハンジが。あれか。なんかできた。ヤマサマが。うわー、危ねえ。突っ込んできてる。うわー、見た目がいい。なんか、いいね、すごく。こいつが悪徳ハンジか。暗い。危ない。いやー。やられた。勝てなかった。次はいけそうだね。お、右のジョイスティックを押し込んだら、これがバンサバ風モードかな。カメラね。剣パーツコモンだね、これね。どれも。これでクラフト押すと、武器ができた。コモンの剣。性能は、あれ？ランダム性能これ。なんと、これは面白いな。レアリティが上がると、特殊な性能とかつくのかな。パリって動かないで LB を押すのかな。そういうことか。移動しながらだと、ちょっとどっちみたいになっちゃうんだね。光った瞬間にね、LB 打つと、パリというよりも、なんかカウンターになりますね。そいつに向かってなんか突っ込むみたいな。そういう意味では、そういうゲーム性だったんだ、このゲーム。でもタイミングミスすると、やっぱり食らっちゃいますね。これは面白いんじゃないのこれ。リズムゲーみたいではあるから。で、赤い攻撃は防げませんと。回避する必要がある。なるほどね。これはおもろいよ。どんどん出せるし。コス覚えてきたな。でもそれにやっぱり慣れないとダメージ食らいますね。あれ？人がいるぞ。交換場。アイテム交換できる。回復アイテムと鍵を交換できるんだ。交換しよう。たっぷりあるからね。なんかあるな。不浄なる？これ技かこれ。長押しできる。特殊技。すげえ。画面全体の敵が消えたような感じだけど。こいつも、黄色攻撃打ってくんだよね。カウンターできそうだけど。これカウンターだ。カウンター。これ回避。
カウンターまで来てる。やったー。おー、これはやりがいがあった。サンダーロアを獲得。さあどうなる？報酬もたっぷりですね。二つ目、大聖堂。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと違うのかな。あ、敵も違いますね。ちゃんと用意されていた。ヘビーアタック。ここに来てチュートリアルが。竜巻攻撃しろと。なるほど。確かに効きませんね。カウンター効くのかな代わりに。うん。パリは効きますね。カウンター元へパリ。これでいけるわ。伝道師が荒ぶっている。伝道師が何これ殴りゃいいの？呪いを取り去る。なんで不憫な伝道師だ。この精度はなんか地形が凝ってるね。一箇所でまとめて倒すとかできそうだね。ベインブリーガーの呪い発動するとダメージが1になる。こいつか？あ、なんだ足元になんかいろんなものが。やばいやばい。敵の攻撃なのかこれは。これがベインブリーガーの呪い。やばい。うわー、やばいやばい。あ、倒した。危なかった。いた。少女。歌が聞こえたら少女がいますね。お、なんだこれ。もらおう。では力なり。スキルかこれ。そしてこちらになんか解放されてますね。母親、キッチン、羽と交換できる食べ物。クモのスパン。そういえば初めにあったね、クモのスパン。一回限りの有効なバフなのかな。で、冒険中にレシピが増えてきますと。買ってみるか。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。